霊界通信小桜姫物語浅野和三郎千代66三浦を襲った大津波。さて、ただいま申し上げましたふとした動機というのは、ある年三浦の海岸を襲った大津波なのでございました。それはめったにないくらいの大きなしけで、一時は三浦岬一帯の人家が全滅しそうに思われたそうでございます。するとその頃、諸磯のある漁師の妻で、普段から私のことを大変に尊敬してくれている一人の婦人がありました。小桜姫にお願いすれば、どんなことでも叶えてくださる。そう思い込んでいたらしいのでございます。で、いよいよ嵐が荒れ出しますと、右の婦人が早速私の墓に駆けつけて、一心不乱に祈願しました。このままにしておきますと、三浦の土地は皆流れてしまいます。小桜姫様、どうぞあなた様のお力でこの災難を免れさせていただきます。この土地でおすがりするのはあなた様より他にはござりませぬ。ちょうどその時、私は海の修行場で相変わらず統一の修行三昧にふけっておりましたので、右の婦人の熱せ込めた祈願がいつになくはっきりと私の胸に通じてきました。これには私も一方ならず驚きました。これは大変である。三浦は自分にとって切っても切れぬ深い因縁の土地。このまま土地の人々を見殺しにはできないことに、あそこには夫をはじめ三浦一族の墓もあること。一つ龍神さんに一生懸命祈願してみましょう。正しい願いであるならきっとご心情が下るに相違ない。それから私は未熟な自分にできる限りの熱誠を込めて、三浦の土地が最悪から免れるようにと龍神会に祈願を込めますと、間もなくあちらから願いの趣聞き届けるとのありがたいお言葉が伝わってまいりました。果たして指し物にたけり狂った大しけが間もなく収まり、三浦の土地はさしたる損害もなくして済んだのでしたが、三浦以外の土地、例えば伊豆とか房州とかは100年来試しがないと言われるほどの残骸を被ったのでした。こうした時にはまた妙に不思議なことが重なるものと見えまして、私の姿がその夜、右の漁師の妻の夢枕に立ったのだそうでございます。私としては別にそんなことをしようというつもりはなく、ただ心にこの正直な婦人を愛しい女性と思っただけのことでしたが、たまたま右の婦人がいくらか霊能らしいものを持っていたために、私の思いが先方に伝わり、その結果夢に私の姿までも見ることになったのでございましょう。そうしたことは格別珍しいことでも何でもないのですが、場合が場合とて、それがとんでもない大騒ぎになってしまいました。小桜姫は確かに三浦の土地の守り神様だ。三浦の土地が今度不思議にも助かったのは、皆小桜姫のおかげだ。現に小桜姫のお姿が何がしの夢枕に立ったということだ。ありがたいことではないか。私とすれば、ただ土地の人たちに代わって龍神さんにご祈願を込めたまでのことで、私自身に何の働きのあったわけではないのでございますが、そうしたいきさつは無邪気な村人に分かろうはずもございません。で、とうとう私を再審とした小桜神社が村人全体の相談の結果として建立される段取りになってしまいました。右の事情が指導役のおじいさんから伝えられた時に、私はびっくりしてしまいました。私は真っ赤になってご辞退しました。おじい様、それはとんでもないことでございます。
私などはまだ修行中の身。力といい、また行いといい、とてもそんな資格のあろうはずがございませぬ。他のことと違い、こればかりはご辞退申し上げます。が、おじいさんはいつかな、承知なさらないのでした。そなたが何と言おうと、深海ではすでに人民の願いを入れ、小桜神社を建てさせることに決めた。そなたの力は深海で何もかもご存知じゃ。そなたはただ誠心誠意で、人と神との仲立ちをすればそれでよい。今さらわがままを申したとて何にもならんぞ。さようのわけのものでございましょうか。私としては、内心多大の不安を感じながら、そうお答えするより他に、せんすべがないのでございました。